こんにちは、しのです。厚塗り講座の動画を撮ろうと思います。前にどんな動画が見たいですかっていうアンケートを取ったんですが、圧倒的な差で講座系の動画のリクエストが多かったので、その声に応えるべく色塗り講座動画を作ろうと思いました。簡単に真似できると思うので、みんなも参考にして塗ってみてください。今回はここにある通りプロクリエイトで絵を描いていこうと思います。実は私プロクリエイトでちゃんと絵を描くのは今回が初めてなんです。他のクリスタとかのソフトでも、同じように塗れると思うので、ぜひ参考にしてみてください。では実際に描いていきましょう。今回は厚塗りの解説なので、下塗りするところまではさらっと解説していきます。いつもこんな感じでラフを描いて下塗りをして、なんとなくの色のイメージを決めておきます。濃い色と薄い色のバランスを見ながら色味を決めていきます。全体的に色の濃さだったりとか色数だったりとか、そういったもののバランスを考えて塗っていきます。で、ある程度のイメージができたら線画に入っていきます。ラフを描いていたレイヤーの不透明度を下げて薄くしてください。で、その上に線画用のレイヤーを追加して実際に描いていきます。ここで厚塗りのポイント1。厚塗りの場合、ラフの状態から色塗りに入る人もいるくらいなんで、そこまで線画が重要ではないと思います。でも私は雑なまま塗ると塗っていくうちにバランスが取れなくなるタイプなので、線画である程度は正確に描いてから塗るようにしています。線の強弱などもあまり気にせずに、形がしっかり分かるレベルでざっくり線画を描いていきます。塗っていくうちに線画がどうせ潰れたりとか、塗りながら調整したりするので、本当にざっくりでいいかなと思います。はい、というわけで線画ができたらベースを塗っていくんですけど、塗る前にやってほしいことがあります。それはブラシの設定です。私が使ってるブラシはエンブラシとニッコラルというブラシなんですけど、デフォルトの設定だと色の混ざりが弱いので、設定を変えていこうと思います。上のメニューバーのブラシからエンブラシを選んでください。ブラシ自体は複製ができるので、元の設定のブラシを残しておきたい人は複製したブラシのものの設定を変えてください。ブラシの設定で左の一覧のウェットミックスを選んで、この画面の同じくらいの数値に設定してみてください。まずカラープル 75%、 色伸びを調整するパラメーターで、数値が高いほど色が伸びやすくなります。次にグレード 20%、 滑らかさを調整するパラメーターで、高いほど滑らかになって、低くするとかすれる感じになります。で、ブラーとブラージッターを 50% 前後、描画のくっきり度合いを調整します。で、にじみのジッターを 30%、 ストローク中の水分の量を変化させます。はい。で、この設定で描いてみるとこんな風な見た目になります。次にニッコラルを選択してください。設定はこんな感じです。希釈度 20% 前後、絵の具を水で薄めた質感になります。で、充電するっていうのを 20%、日本語訳が変なんですけど、ブラシのストローク中にキャンバスに残る絵の具の量が変わるみたいです。で、さっきのカラープル 70%、 ブラージッター 30% 前後、にじみジッターを最大に設定しています。で、この設定で描いてみるとこんな感じの見た目になります。はい。で、今回この絵が完成するまでに使うのはこの2つのブラシのみになります。では設定が終わったらエンブラシを使ってまず塗っていきます。線画で描いた範囲を選択して人物全体を塗りつぶします。そうするとシルエットが作成できると思います。その上にレイヤーを追加してクリッピングマスクを適用、はみ出ないようにしておきます。そうしたら自分の思うがままにベースを塗っていきます。私はモノクロでなんとなく光の当たりをつけた後にグラデーションマップっていう機能を使ってベースの色をつけます。グラデーションマップの中にプリセットがいくつかあるので、その中から選んでもいいし、自分でグラデーションを作って適用することもできます。グラデーションマップは私はなんとなくで使ってるので、多分使いこなせてないと思います。なので別にグラデーションマップは使わなくても大丈夫です。そもそもモノクロで色を塗るのが苦手な人は普通に自分で色を塗ってください。
で、塗る時に意識するのは3層で色を塗っていくイメージです。1、光の層、一番明るい部分です。2、ベースの層、中間の色の部分です。で、3つ目が影、一番暗い部分です。基本はこの3層構造で色を塗ります。ベースを塗り終えたら、その色を起点に濃い色を選んで影を塗り足していきます。ここでの色塗りは後から上に重ね塗りしていくためのベースなので、超細かく丁寧にする必要はないですが、影や光の当たる色の目安位置だったりを自分で分かるぐらい塗り込んでおきます。全身を塗り終えたら、線画の上に新規レイヤーを追加してクリッピングマスクをしてください。線画を色トレースしていきます。線画が黒のままだとパッキリしすぎて浮いてしまうので、線画に色をつけていく作業です。皆さん、ここまでお疲れ様でした。ここからもっと楽しい作業が始まります。ついに上に重ねてゴシゴシ塗っていきます。厚塗りの定義が曖昧なんで、どこからが厚塗りの作業になってるかもう分かんないんですけど、ここからがメインで塗る一番大切な段階になります。では、色トレスが終わったら線画の上にレイヤーを追加して重ね塗りしていきます。線画はざっくり描いたので、線の太さや細かい描写を塗りながら整えていきます。厚塗りポイントの2つ目は塗る順番です。基本的には私はあまりレイヤーを分けせず、ほぼ一つのレイヤーに色を重ねていくスタイルです。レイヤーを分けすぎると管理しきれなくて、どこに何があるかわからなくなるからです。塗る順番というのは、人間の肌が一番内側として捉えていて、そこから身につけているもの順だったりとか重なり順に塗っていくっていうようなイメージです。逆の外側から塗っていってしまうと、塗っていくうちに塗りつぶされちゃって、また同じところを塗らなきゃいけなくなるので、無駄な時間と労力がかかってしまうことになります。それぞれのパーツごとにレイヤー分けして塗る分には問題がないんですけど、一つのレイヤーで塗ってしまう場合は順番を考えて塗るようにしましょう。また、肌は肌でも構図によっては塗る順番を考える必要があります。例えば、顎の部分と首の部分は重なってることが多いと思うんですけど、首の方から塗って後から顔の顎先の部分を上から重ねていくっていう風に塗っていきます。基本的にはもうこの塗り方を全身やるだけで厚塗り完了します。簡単ですよね塗るっていうよりも整えていくっていうイメージの方が近いかもしれないです。はい、というわけで、あとはこれを繰り返して全身を塗っていくことになります。少しの間、私のこの早送り動画をご覧ください。はい、これで全身塗り終えました。重ね塗りする前と重ね塗りした後を比較してみようと思います。はい、こんな感じで表示と非表示をタップして見てるんですけど、どうでしょうか。かなり違いますよね。元々の線画がかなり塗りながら調整されて形が整っているように見えると思います。こんな感じで重ね塗りして厚塗り終了になります。最後に仕上げをしていきます。ブラシの中のエアーブラシというブラシを使って最後仕上げをしていきます。全部塗ったレイヤーの一番上に新しいレイヤーを追加して、そこに描いていきます。
で描画モードをオーバーレイに設定します。ですでにこれはもう塗ってあるんですが、この塗ってある部分表示してみるとこんな感じで変わります。塗った部分が発光する感じでちょっと色味が加わったと思います。塗る部分に合わせて色味を変えたりもしているのでちょっと見えづらいんですけど、ここの色を見てみてください。黄色とか少し紫、ピンク、緑色をオーバーレイで重ねてちょっと発光する感じのエフェクトにしています。この最後の仕上げをするだけでかなり絵にツヤ感が出て個人的に好みなので、いつも最後の仕上げで重ねて塗るっていうことを最後にしています。はい、ということでこれでしの流の厚塗り講座終わりになります。どうだったでしょうか。人によって全然スタイルも違うので自分でやりやすい方法を探してみてください。